ねえねえ、すみれ。今日はどんな話題について話していくと？今日はね、近日公開予定のファンタジー大作、チルドレン・オブ・ブラッド・ボーンが、ハリウッドの多様性への取り組み方をめぐる、新たな激しい議論の中心となっている話題についてよ。現在、多くの X ユーザーが、この映画が、エンターテインメント業界における、多様性に関するメッセージングにおける、明白な二重基準を露呈していると主張して、世界中で大炎上しているの。今日は、なぜ、この映画が、多様性の二重基準だと、批判されているのか。そして、オデュッセイヤとの比較や、この映画自体が抱える矛盾だらけのキャスティング問題について、徹底的に解説していくよ。二重基準。いわゆる、ダブルスタンダードってやつやね。自分たちに、都合のいいようにルールを使い分け取るって言葉い。ハリウッドって、いっつも、多様性が大事、って上から目線で説教してくるくせに、また、裏で矛盾したことやっとるんやね。うち、ニュースで、多様性、って叫んどるのを見るたびに、なんかうさんくさいなって思っとったとよ。視聴者のみんなが思っとる鬱憤を、うちが全部代弁して、ツッコミ入れさせてもらうけん、しっかり教えてちょうだい。それじゃあ、順番に詳しく見ていくよ。まず、この激しい議論が、どうしてここまで大きくなったかというと、コメンテーターのオリ・ロンドンという人物が、アカデミー賞の多様性基準への批判とともに、この映画の予告編を X で共有したことで、一気に勢いを増したの。アカデミー賞の多様性基準って、作品賞を取るためには、キャストやスタッフに一定の割合でマイノリティを入れなきゃいけないっていうルールのことやろ？あれも映画の自由を奪っとるって批判されとるよね。それで、その予告編を見た人たちは、なんて言いよると？実はね、多くのユーザーは、チルドレン・オブ・ブラッド・ボーンのキャスト変更を求めているわけではないのよ。この作品は西アフリカの文化や神話をベースにしているから、この映画が西アフリカの文化を反映して黒人の俳優を中心に起用していること自体には何の問題もないと主張しているんだよ。アフリカの物語なんやから黒人の俳優さんが演じるのは当たり前たい。そこは誰も文句言わんやろ。じゃあ何にそんなに怒っとると？彼らの不満はハリウッドが特定の文化に根ざした他の物語、特にクリストファー・ノーラン監督の映画、オデュッセイヤに対して全く異なる基準を適用していることから生じていると述べているの。オデュッセイヤ。ギリシャ神話の話やのに、歴史を変えて、いろんな人種の俳優さんをキャスティングして炎上しとったやつやね。なるほど、そういうことか。アフリカの話はアフリカ系でやるのに、なんでヨーロッパの話は白人だけでやらんの？で怒っとるんやね。まさにその通りだよ。最も広く共有された意見の一つとして、X ユーザーのブラックバードフライ485さんの投稿があるの。このユーザーはこう述べているよ。公平に言うと、多様性について批判しているのは、オデュッセイヤにギリシャ人を起用しないのに、この作品には黒人俳優だけを起用したり、モアナにはポリネシア人の俳優だけを起用して、ポリネシア文化を尊重したりするのは偽善的だというミームを作っている人たちですってね。痛快すぎるばい。偽善的だってはっきり言われとるやん。モアナとかはハワイとかポリネシアの文化を大事にして、その土地の人を使うのに、ギリシャ神話だけは多様性だって言って人種をごちゃ混ぜにするんはおかしいやろってことたいね。さらに、このユーザーはこう続けているの。アフリカの神話や物語を題材にした作品に黒人俳優だけを起用したり、アジアの物語にアジア人俳優だけを起用したり、ポリネシアの物語にポリネシア人俳優だけを起用したりするのは構いません。ただ、物語の舞台が白人や白人に見える文化である場合は、一貫性を持ってくださいってね。この議論は、X のスレッド全体を通して何度も繰り返し登場したんだよ。ほんとそれたい。アジアの話はアジア人で、アフリカの話はアフリカ人で、ヨーロッパの話は多様性で、ダブスタにも程がある場合。白人の歴史や文化の時だけ正確さを無視してってルールは完全にハリウッドの身勝手な押し付けやん。他のユーザーはどんな反応をしとると？別のユーザーはこう書いているの。ハリウッドのダブスタはひどい。本当に狂ってる。アフリカを舞台にした映画で黒人キャスト全員を起用するのは構わないのに、ヨーロッパの物語であるオデュッセイヤではギリシャ人キャスト全員、あるいは白人キャスト全員を起用してほしい、とね。みんな同じこと思っとるんやね。怒りの声が止まらんばい。他の人たちも同様の意見を述べているよ。私はこういう文化的な映画が好きです。もっとこういう映画が必要ですね。でも、それは双方向でなければなりません。
なぜ、ハリウッドはヨーロッパの歴史を 100% 文化的に正確に描けないのでしょうか？でね、双方向でなければならない。まさに正論売。自分たちの都合のいい時だけ多様性を振りかざして、都合が悪い時は文化の尊重だって逃げる。そんなことしよったら誰もハリウッドの言う多様性なんて信じなくなるばい。そうなんだよね。だから、チルドレン・オブ・ブラッド・ボーンに反対するというよりも、多くのユーザーは、ハリウッドにおける多様性の表現をめぐる一貫性のないメッセージの一例として、この映画を挙げているようだったの。つまり、映画そのものが嫌いなわけじゃなくて、ハリウッドのダブスタを証明する最強の証拠として扱われとるってことたいね。特に、オデュッセイヤとの比較は多くてね。クリストファー・ノーラン監督のこの作品は人種を入れ替えたキャスティングをめぐって数ヶ月にわたり批判にさらされてきたの。その一方で、オデュッセイヤのキャスティングを支持する人たちはギリシャ神話はフィクションであり、歴史的あるいは民族的な正確さに縛られるべきではないと主張して対立していたんだよ。ギリシャ神話はフィクションだから人種を変えてもいいって言い訳しとるんやね。でもさ、今回のチルドレン・オブ・ブラッド・ボーンだってファンタジーの大作なんやろ？架空のお話なんやから、それなら、こっちにも、白人とかアジア人がバンバン出てきてもいいはずやん。なんで、こっちには多様性を求めんの？矛盾しすぎばい。葵、すごく鋭い指摘だよ。実は、ここからが、この映画が抱える、もう一つの強烈な矛盾なの。ここで、この映画が、キャスティングにおいて、どれほど皮肉な批判を浴び続けてきたのか、その一番の確信に触れていくんだけど、でもその前に、ここで、みんなにお願いがあるの。もし、この動画が面白いなって思ったら、ぜひ、チャンネル登録と、グッドボタン、高評価を押してね。うちからも、チャンネル登録と、グッドボタン、高評価、ポチッとよろしく頼むばい。それじゃあ、続きを話していくよ。実は、皮肉なことに、チルドレン・オブ・ブラッド・ボーンという映画自体が、作中の登場人物の描写をめぐる議論に、1年以上も費やしてきたという過去があるのよ。この映画自体も炎上しとったと？黒人俳優をちゃんと起用しとるのに、なんで炎上すると？キャスト発表後、主人公のアマリ王女を演じることになったアマンドラ・ステンバーグという女優さんの描写が原作であるトミ・アデーミのベストセラー小説の読者の一部から激しい批判を浴びたのよ。ちなみに、アマンドラ・ステンバーグはスター・ウォーズのドラマアコライトにも出演していた有名な女優さんだよ。アコライトに出とった人か。演技もできるし有名やのに、なんで批判されたと？批評家たちは、原作では、アマリ王女は、肌の色が濃いと描写されているから、白人と黒人のハーフであるアマンドラ・ステンバーグよりも、もっと肌の色が濃い女優が演じるべきだったと主張したの。そして、これは、ハリウッドによくある、肌の色による差別、カラリズムだと、激しく非難したんだよ。はぁ？肌の色が濃くないからダメだ、って批判されとると？ナンバシトット。多様性って言いながら、結局、黒人の中でも、もっと黒くないと、原作通りじゃない、って文句言いよるやん。オデュッセイヤの時は、フィクションだから正確さに縛られるな、って言っとった連中が、こっちの映画では、原作の肌の色に、正確にしろ、って怒り狂っとるってこと？どんだけ自分勝手なんと。本当に複雑で、矛盾に満ちているよね。さらに、批判はそれだけじゃないの。この作品は、ヨルバ神話や西アフリカ文化に深く根ざしたファンタジー物語であるにもかかわらず、制作会社のパラマウントが、なぜ、ハリウッドのベテラン俳優に大きく依存し、ナイジェリア人俳優をもっと起用しなかったのか、という批判にも直面したんだよ。アフリカの文化なんやから、アメリカの黒人俳優じゃなくて、本場ナイジェリアの俳優を使え、って怒られとるわけやね。もう、どう転んでも、絶対に誰かから怒られる地獄のような状況ばい。映画会社も多様性に配慮して黒人キャストにしたのになんで怒られるねんって泣きそうになっとるやろね。言い換えれば現在の議論の一方の側はハリウッドが多様性の基準を一貫して適用していない白人映画だけ人種を変えるなと主張しているの。その一方でもう一方の側は映画チルドレン・オブ・ブラッド・ボーン自体がその着想源となった文化や肌の色を十分に表現できていないと何ヶ月にもわたって主張してきたということなのよ。右から白人の歴史を改ざんするなって殴られて、左から黒人の肌の色やナイジェリア人を正確に再現しろって殴られとるんやね。どっちの言い分も原作や文化を正確にリスペクトしろって意味では共通しとるのに、ハリウッドが変にポリコレを意識して中途半端なキャスティングをする件、どっちからもボコボコにされとるんよ。自業自得ばい。
この記事のコメントはユーザーの意見として述べられているものだけれど、キャスティング発表以来、この本案作品をめぐって巻き起こっている実際の論争に言及しているの。文化に着想を得た物語は、それが西アフリカであれ、ポリネシアであれ、古代ギリシャであれ、その題材となった人々や伝統を忠実に反映すべきだと考える人がたくさんいるんだよ。そりゃ相対。西アフリカの神話なら、西アフリカの人を、古代ギリシャの神話なら、ギリシャ人や白人をキャスティングするのが一番自然で、誰の文化も傷つけんやり方やん。なんで、そんな当たり前のことが、ハリウッドのお偉いさんにはわからんのやろか。一方で、架空の設定、つまりフィクションであれば、映画制作者は、キャスティングにおいて、より大きな柔軟性を得られると、長年主張してきた人たちもいるのよ。ファンタジーなんだから、誰が、どの役をやってもいいじゃないか、という意見だね。ファンタジーだから、何でもあり、って言うなら、さっきも言ったけど、チルドレン・オブ・ブラッド・ボーンに、白人が出ても、文句言うなよって話したい。結局、自分たちのイデオロギー、思想を映画に押し付けたい活動家たちが、ダブスタを使って騒いどるだけやん。そんなことに付き合わされる映画ファンが、一番かわいそうばい。その結果、チルドレン・オブ・ブラッド・ボーンは、この議論の両陣営から引用されるようになってしまったの。そして、ハリウッドにおける多様性に関する議論が、いかに複雑で、しばしば矛盾に満ちているかを象徴する意外な作品となってしまったんだよ。純粋なファンタジー映画を楽しみたいだけなのに、公開前からこんな多様性の矛盾を証明するサンドバッグみたいに扱われて、映画そのものの魅力が全然伝わってこんね。映画を作るクリエイターたちも、こんな論争ばかりで疲れ果てとるんやない？本当にそうだね。視聴者がオンラインでこの問題について議論を続ける中で、一つだけ確かなことがあるようだと記事は締めくくっているの。それは、エンターテインメントにおける多様性の表現をめぐる議論は、当分収まる気配がないということなんだよ。まあ、ハリウッドが、この、都合のいいダブスタをやめん限り、視聴者の怒りは、絶対に収まらんばい。映画っていうのは、誰かに思想を押し付けるための道具やなくて、純粋に物語を楽しんで感動するためのものなんやから。多様性っていう言葉を隠れ蓑にして、特定の文化だけをないがしろにするようなやり方は、もう通用せんってことを、ハリウッドも早く気づかないかんね。ということで、今日は映画、チルドレン・オブ・ブラッド・ボーンとオデュッセイヤをめぐるハリウッドの多様性のダブスタという話題について見てきたけど、みんなはどのように思ったかな？今回の動画の感想は、下のコメント欄で教えてね。もし、この動画が役に立ったと思ったら、高評価とベルマーク。チャンネル登録まだの方は、チャンネル登録もよろしくお願いします。では、また次回の動画でお会いしましょう。すみれの最新動画は左、おすすめ動画は右です。どちらも見てくれると嬉しいな。